今日紹介させてもらうのは、こちらのスカイラインセダンですね。グレードは GTX ターボ。スカイラインセダンでサンルーフついてるのって珍しいんじゃないかな。ネジ1個にそういう錆止めをやっていたオーナーさんですから、はい、よし君、こんにちは。こんにちは。やっていきましょう。5月15日、時間は2時31分、気温は23度。はい、今日は3本目ですね。はい、はい、1本目はあちらのチェイサー、はい、エキサイティングパッケージ5万9000キロ純正マニュアル、はい、めちゃめちゃいいやつ。2本目がこのチェイサー、はい、NA エンジンツアラー S のオートマワンオーナー5万3000キロ、はい、これもなかなかいいやつで、3本目はこちら、チェイサーではなくてスカイラインですね。はい、はい、ER34 のスカイラインの紹介をさせていただければと思います。はい、で、この車も買い取りでいただいた車になりまして、はい、で、しかもね、ヨッシーいる時に来てもらったんですね、お客さんね。そうですね。そうですね。はい、ヨッシーレアキャラですから。はい、ヨッシーに出会えるお客さんはかなりレアだと思いますので、そんなお客さんから買い取りでいただいたお車を、紹介させてもらえればと思います。はい、まあ中身的には見ていただくと、まあセダンですね。はい、最近若い人たちは34風GTR 風にいじったりとかするかな、なんですけれども、これは逆に言うとこの34のスカイラインセダンのこの形をそのまま残したような、はい、でちょっとカスタムしてあるかなぐらい、はい、な感じで、まあ、純正のクオリティがそのまま保たれた状態の車という形になってます。しかもですね、走行距離はなんと7万8200キロ。本当にうちに入ってくる、特に買い取りいただく車は程度が良くて距離少ないのが多いので、はい、この車もそんな1台と思います。僕はどっちかっていうと、こう言っちゃあれですけど、自分乗ってますからね、トヨタ派よりかは日産派よりなので、はい、おすすめの1台です。はい、やっていきましょう。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。はい、改めまして今日紹介させてもらうのは、こちらのスカイラインセダンですね。はい、型式はですね ER34 スカイラインという形になっていて、グレードは GTX ターボというグレードになってます。はい、スカイラインはね、クーペでもセダンでも型式は同じ ER34 なんですよ。でエンジンも 2500cc であればターボエンジンでも、NA エンジンでもやっぱり ER34 なんですね。はい、っていう感じで、この車は、セダンタイプの ER34 のターボエンジン搭載グレードの、25GTX ターボという形になってます。はい、で、シフトはですね、乗せ替えのマニュアルですね。オートマからマニュアルに乗せ替えた。でもちろん公認車検取ってあるので、この状態で車検が取れる、乗れるという形になってます。はいはい、あとは車検が今年の12月、走行距離7万8200キロという感じの車でございます。でまあ、さっき一番初めにも冒頭言った通り、基本的には結構ノーマルプラスアルファぐらいでとどまってるんですけれども、結構ちょこちょこ手が入ってる車なのと、俺はねやっぱあんまり気にしてなかったんだけど、やっぱ最近本当にお客さんからサンルーフついてますか、サンルーフ張りがいいですっていうのが多くてですね、はい、この車サンルーフついてますから、それ多分ポイント高いんでしょ。そうですね。ね、はい、高いらしいので、そんなポイントの高いサンルーフもついてる。結構、まあ、スカイラインセダンでサンルーフついてるのって珍しいんじゃないかなと思いますので、はい、でしかもこの車はその乗ってたお客さんね、はい、年式がこれだから平成でいうと10年式なんだけれども、もともと乗られてたお客さんは2002年だから平成14年かに日産の中古車センターで買ってるんですよ。でそこからだから20年ぐらい乗ってた。長いですね。そう、はい、まあなんかさ、やっぱり最近特に、またオークションの話になっちゃうけれども、はい、結構コロコロオーナー変わっていろんな人が乗ってるとかって多いんですよ。まあそれが必ずしも悪いわけじゃないんだけれども、はい、やっぱり一人の人が大事に長く乗られてた車ってやっぱその分愛情もこもってるし、程度もいいと思ってるんですよね。はい、うん、この車はまさにそんな車で、本当4年落ちの状態でディーラーの中古車センターで修復益なしの車買って、はい、でそれを20年間ずっと大事に所有されてきたという車です。でしかも、僕も日産乗りだから分かりますけれども、やっぱサビとかに対して、あと雨とかですね、そういうのに結構神経質に気を使われて乗られてた車なので、はい、程度的にはかなりいいと思ってますから、じゃあそれをちょっと説明していきましょう。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあまずは、外装ですね。外装はですね、これ純正色の、はい、カラーコードが KV2 アスリートシルバーっていう色ですね。はい、の、車になっていて、
でなんといってもヘッドライトめちゃ綺麗でしょ。相当綺麗です。はい、相当綺麗なんです、はい、相当綺麗なんですけど、これ実はねヘッドライト変えてます。この外側だけね、名前ど忘れしちゃった、あるのよ、リペアキット売ってる会社さんが、はい、そこのキットでね交換してあるという形になっております。だから左右ともめちゃめちゃ綺麗なヘッドライトがそのまま保たれているという形でございます。であとは、バンパーは前期型のバンパーでここダクトがあって、はい、で、これは前期型当時の純正オプションのエアロという形と、あとフォグランプが IPF かのフォグランプが車外なのか純正オプションなのかちょっと分かんないですけれどもついてるという形ですね。はい、でエアロに関してはフロント、あとサイド、あとリア、はい、ともについてるという形でございます。はい、はい、でですね、傷に関してはそんなに大きいのはないんだけど、こういうところちょこっと傷があったり、はい、タッチペンでこうひび割れがちょっと出てる箇所があったり、これが一番大きい傷かな、この車の、はい、っていう感じじゃないですかね。またこういうのともうほんとちょこっとなんで、はい、OK ですか。はい、こういうのとかですかね。これは傷？ワックス？傷か。傷？ワックス？傷か。こんな感じで。特段そんなに大きい傷はないんですが、はい、一回ね、ここのね、この車、このトランクとフロントの、はい、左フロントフェンダーを直しちゃって、はい、これはね、なんかね、ご近所さんのお子ちゃまが自転車で引っ掛けちゃったのかな。で、板金修理してあると、事故とかじゃないんだけどね、はい、修理してあるっていうのと、あとはここトランク、これはですね、34乗りの方はよくわかると思うんですけれども、このハイマウントストップランプの、これね、これも今もうちょっと出てるな、このサビ、はい、出るんですよ。これ人によってはね、これ埋めちゃってる人もいるんだよね。で、これ買った当初から少し経った時にもやっぱり出て、はい、でそれディーラーさんで直したのかな、いずれにしてもね、トランク直してある、はい、でもだいぶ昔なんでやっぱまた出ちゃってるよねっていう感じ、はい、気になる人は早めに直してあげた方がいいんじゃないかなっていう感じです。やっぱり本当にトヨタ車と違って、はい、日産って錆びるんですよ。なんかそんなイメージがある。自分乗ってるから分かるんだけど、はい、であとは、じゃあホイールいきますか、はい、タイヤ足回りに関してはこっちの方がいいかな。ちょっと今ね一生懸命掃除していただいてますからね。はい、ワークのエモーション XT9 っていうんですかね、これも今はちょっとモデルの名前がちょっと違うのかな。当時売ってたやつで18インチのホイールがついてるという感じです。ちょっと色あせも出ちゃってるけどね、なんとなく分かるけど。そうですね、はい、っていう感じと、タイヤに関しては、ブリヂストンのポテンザスポーツ S001 の後継になるのかな。どっちかちょっとスポーツタイヤの方に振った方で、このタイヤはね2021年製なんでまだ新しくて溝もたっぷりあるんで、はい、これそのまま使えますという感じでございます。でですね、あと足回りに関してはブリッツ製の車庫帳か、ナンバー ZZ だったかな、ダブル Z っていうのかなの車庫帳が入ってるという感じでございました。で車高もね、なんかもう本当にちょうどいい程よい、上品なっていうと言い方変だけどさ、下品にベタベタに落としてるっていうよりかは、はい、本当街乗り普通に乗れる車っていう感じになってますから、ちょうどいいです。はい、で、あとマフラーに関してはこれは柿本じゃなくて富士壺か、富士壺のマフラーが入ってると。触媒はノーマルでリアマフラーだけ、中間からリアがセットかの交換タイプで、はい、車検はもちろん通るので問題なしという形でございます。はい、後でマフラーサウンドも聞いてもらいますけれども、車検対応なんでそんな全然大きくないので、はい、そこら辺も安心じゃないかなとは思いますね。でですね、あとは足回りと補強の部分でいうと、はい、一応これ LSD も入ってます。クスコの 1.5A の LSD が入ってるのと、はい、でね、これね、ここにもですね、これトランクバーが入ってるんですね。何のトランクバーだか分かりますか？トランクバー、ただ合成上げるだけ。そうそう、ただ合成上げるだけって合成上げるっていうことはいいことですよ、はい、ただではないですけど、これS15 シルビアの純正のトランクバー、結構ね日産車ってやっぱり流用できるパーツがたくさんあるんですけど、はい、これもね結構当時、今も流行ってるのかなっていう感じでそれもやってある。で、じゃあ次内装行ってみましょうか。
ちょっとエンジンかけますね。もうちょっと前出すね。下が濡れてっから。内装はこんな感じです。すごいこの止まりがね、こう分かります？自動ドアなんですよ、34って。ほら、これは良くなるんですね。いや、良くなるんじゃなくて、こういうもの。あ、こういうものなんですか。そう、最初から。だから、ここのドアのラッチっていうのかな、これをね3号に変えたりとかしてもっと止まるようにするのをもう流行ってるんですけど、本当これ俺も乗ってるから分かるけどストレスで、ちょっとなんか荷物出して降りようとか思うとさ、勝手にこう縛ってきたりとかするんだけど、絶妙に開けないとそうそうそう、ここら辺だと本当ここら辺だと勝手にこうやってこう止まってくんないんですよ。しっかり開けてここじゃないと止まらないっていう、まあちょっと余談ですけどね。35GTR ね、のここを使ってもらえればカチッカチッカチッってちゃんと止まる場所があると。気になる人はやってみてください。内装はこんな感じです。そう、内装はもともとオートマ車なので、オートマチックはこのステアリングマチックっていうのかな、これがついてるんですけれども、まあ今もマニュアルに載せ替えてありますから、まあこの機能はないと。でこの車はですね、ハンドルは一応そのままなんですけれども、メーターパネルのこのオドメーターが変わってないね、パネルの部分、これはね、マニュアル用の純正を入れてあるんで、オートマだとここにねシフトインジケーターがつくんですけど、それはついてない。あ、ないです。そうそうそう、マニュアル専用のもの、そうのものに変えてある。で何度も言いますけど、オドメーターはそのままなので、走行距離は実走行という形になってます。であとペダルに関しては、まあ、GTR 用でいいかな、34用なのか33用なのかよく分かりませんが、のペダルキットが、アクセル、ブレーキ、クラッチ、ここあと足置きね、ここがついてると。これ34の純正ER34 じゃなくて GTR 用のもののアルミペダルが入ってたりとかがありますと。まあオートマの名残としては、さっき言ったようにここのシフトと、あとはリバース入れるとこれね、そう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 、これはオートマ車の名残ですね。一応細かいのちょこちょこついてますけど、まあナビゲーションはちょっと古めではないかな。でもまあポータブルナビ、あんまり今風じゃないよね。気になる人は取ってもらっちゃっていいんじゃないかな。これまあパネルの上にくっついてるから多分取るの全然苦労しないと思うんで、気になる人は外した方がいいかなと思いますし、まあ使う人は使ってもらえばいいと思いますね。まあレーダー探知機がこっちついてて、であとはこれですね。なんだかわかりますか？水温計、どこのメーカーの？ファクトリー。ヤシオ。そう、ヤシオファクトリーってことはシルビアのそう有名な方、はい、HKS のハイパーチャレンジって雨の中めっちゃかっ飛んでたじゃないですか。会社さんのオカちゃんウォーターテンプ3っていう、水温計ですね。これね結構レアアイテムらしくて、もう多分売ってないのかな、また再販するのかな、よくわかんないんですけれども、まあ、いずれにしてもかなりレアアイテムでそれがついてると。まあ、あとはオーディオ、車外のサブウーファーぐらいか、まあそんな感じになってると。あとここら辺なんかは多分ドアのこれとかもそうだと思うけど、これ多分一回塗り直してるのかな。結構色あせたりとかさ、ベタベタになったりとかするんですよ、34のここら辺ってのを塗り直してるかなっていうのはありますし、まあ人によっては僕の知り合いのアメリカ人の人なんかはここGTR 用のキットに変えてますね。34GTR のも入る、灰皿は今販売停止中なのかな。このオーディオパネルとシフトパネルとかはまだ買える、ギリギリ買えると思うので、人によってはそういうのに変えちゃってもかっこよくていいんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはブーストメーター、油温計、電圧計か、まあ油温はまだ低いからあれだけどね、まあ、ブーストは普通に動きますからね、という感じでございます。あとは、デジタルインナーミラー、これ電源入るのかな、入んないからまあいいや、気に入らない人は取ってください。あとはサンルーフ、チルトアップスライドですね。問題なしと。サビも出てないですね。という感じでございます。で、内装のコンディションは比較的いいんじゃないかなとは思います。シートもノーマルで特に目立つやれとかはないので、破けとかもないし、後ろのシートに関しても特に気になるところはないかなと思います。綺麗でしょ。綺麗です。そうなんですよ。綺麗なんですよ。っていう感じでございました。OK ですね。あ、ごめん、期間的なところで言うと、あれだ。パワーウィンドウが確かね、助手席が向こう動くんですけど、右リア動かないんですよ。右リアが作動しない。これなんでだっけな、あれ俺聞き忘れちゃったんだっけな。ほら。
あ、動いた。あれ動くやん。あれあれ作動してます。そうしてるね。あ、動くじゃん。あ、動いてます。動きました。あれ動きましたが、はい、まあ、動かないという認識があるんで、多分なんかおかしいか、接触が悪いのか、はい、だと思います。でも動いたのよ。よかった。まあ機械ですから、25年以上前の車ですから、はい、そういうこともあります。はい、じゃあ次は、エンジンルームになります。はい、日産車のエンジンルーム、まあトヨタときて日産ですけれども、はい、もう本当にトヨタと違って、まずここを見ましょうっていうところですね。ストラット周りの、ここのシールのサビだったりとか、このシールの割れで、さらにここからのサビとか、はい、ここら辺を注意して見ていただければと思いますけれども、この車はやっぱり綺麗ですね。はい、綺麗ですね。ここら辺も綺麗ですね。シールの部分もね。はい、反対側はどうですか？大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫ですね。うん。まだ持ちそうです。はい、こっちの裏はここちょっと出てるかな。わかる。この裏側。そうですね。そう分かります。もうこれぐらいはもう全然しょうがないんじゃないかなっていう感じで、かなり優秀な車じゃないかなと思います。はい。はい、でですね、あと車外品に関してはパワーバーはこれ純正だっけな。まあいいや。車庫帳があって、はい、ラジエーターが車外に変わってて、であとはメンテナンスみたいなもんかな。こういうシリコンホース、はい、ビリオンのとか、あとこういうところとかですね。燃料フィルターのところとかですね。はい、ここら辺は全部ホースが劣化して。こういうの全部新しくしたっていうふうにお客さんおっしゃってましたけれども、はい、こういうふうに書いてありますという感じです。はい、でやっぱり大事にされてたんだなっていうのが結構分かったのが、はい、このさ修復歴事故歴の有無を見るときに、はい、これネジ山見るんですよね。はい、これ結構セオリーで多分いろんな他の会社さんとかもさ動画で修復歴事故歴はここを見ろみたいに言ってると思うんだけど、はい、でこういうネジ山を見るんですよ。僕らってなめてないかな大丈夫かなって見るんですけど、はい、ここ見てもらうと分かるんですけど、なんか黒くなってるでしょ。なってますね。はい、で向こう側も見てもらうと黒くなってるでしょ。そう、はい、こっちもね、これもね。そう、はい、でこれ見た時にあれなんか事故歴ないって言ってるけどネジ触ってるなと思って、はい、交換してあるのかなとか思ったりしたんですよ。はい、で実はこういうこの黒い箇所がちょこちょここの車下回りとかちょこちょこあって、はい、なんだろうなと思ったらこれ錆止めなんですよ。ああなるほど。そう、はい、やっぱこういうとこ錆びるんでお客さんがもう気になって錆びないようにこう錆び止め処理をしてあるんですね。自分でやってたんですね。そう、はい、これ人によってだと思うんだけど、はい、なんか俺こういうところ結構好きで、細かいところにちゃんとこうなんか手入れてちゃんとこう予防整備してるっていう人っていうか車が結構好きで、なんか愛情込められて大事にされてたんだなっていうのはなんかこういうネジ一つとってもなんか結構わかるんですよね。実際効果ある？もちろん当たり前あるよ、ある。やれば、片やねエンジンルーム普段開けなきゃ見えない部分ですから、はい、側は綺麗でもう開けたらあれみたいな、はい、とかも結構あったり、埃がすごかったりとかさ、そういうのもあるので、はい、そういうのないですから状態はいいんじゃないかなと思います。はい、はい、特にね気になる異音振動もないし、普通に回るという感じでございました。ではですね、次はトランクと下回り行ってみましょうか。はい、はい、車庫帳のレンチとかでね、はい、ここら辺はこんな感じですね。はい、全然綺麗ですね。はい、じゃあですね、綺麗です。はい、こっちもちょっと見づらいか。見ますか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、はい、っていう感じでございました。このねバーが新設されてるから、よいしょ、こうだね。であとはさっき言った下回りの部分、多少の錆は出てるんですよ。それはもうある程度しょうがないんだけど、こういうところ車列板のこういうところとかさ、こういうところとかさ、あるんだけど、例えばこういうところこういうところなんかも錆が出そうだな。こういうところなんかも、
クロスメンバーのところかな、サビが出そうだなって思ったところはもう先にサビ止めこう塗ってあるんだよね。はい。とかね、なんかすごくこういうところまで気使ってたんだなっていうのが分かりますね。はい。で下回りのサビ、多少こういうところ出てるけど、はい、こんなの全然可愛くて、全体的には見てもらうとすごく綺麗な下回りなんじゃないかなと思います。はい、走行距離も少ないからね、そんなに多分雨の日乗ってたっていう車じゃないでしょうから、はい、程度はいいんじゃないでしょうかと思いますし、横来ていただいてここから下覗いてもらうと、だいぶ綺麗な下回りなんじゃないかなと思います。こういうとこなんかもこれも多分塗ってあるんだよね。ちょっとこう黒ずんでるところわかるかな、今指さしてるところわかるかな。ここはジャッキポイントでしょ、はい、でやっぱここにテンションがかかって、はい、塗装が取れてサビが出ちゃったりとかあるんですけれども、そういうのをもう事前にサビ止め塗ってあるっていうところは綺麗だし、やっぱ気使われてるなっていう気はするよね。はい、そうで特にこの年代の日産車って32よりも33よりも34の方が錆びやすいんですよ。あ、そうなんですか。そう当時の多分コストカット的な問題もあって、はい、下回りのね錆び止め処理とかが34の方が実は弱いんですよ。だからね意外とね32よりも34の方が結構錆びてる車が多いっていうのはあります。でもさっき言ったように年式層のそれなりの多少の錆びはありますけど、はい、要所要所やっぱ気使われてるところはあるし、さっき言ったようにネジ1個にそういう錆び止めをやっていたオーナーさんですから、はい、錆びを気にしないわけないじゃん。でやっぱそんなオーナーさんが乗られてた車ですから、はい、やっぱそれなりに気使って乗ってたと思いますし、乗られてたって言ってましたし、はい、何も気にしないで、雨の日乗るのが悪くはないけど、はい、雨の日バンバン走っちゃってその後洗車も何もしない、そのまま置きっぱなしみたいな、はい、とかエンジンルーム何も掃除しないとか、はい、そういう中古車と違ってかなり大事に愛情を注がれてきた車なんじゃないかなと思いますから、はい、僕的にはこういう車大好きで、この車はとても程度がいいんじゃないかなと思いますね。はい、走行距離も少ないしね。はいはいはい、あと外装でいうとあれか、こういうピラーのカバーとかついてますね。ニスモ製じゃないのかな。OK。じゃあ次は、マフラーサウンドいってみましょうか。はい、はい、マフラーいきますよ。はい、はい、じゃあ吹かしますよ。はい、こんな感じですね。はい、やっぱり車検対応だけあって上品だよね。そうです、はい、でも特になんかどっか途中で引っかかってるっていう感じもなくて、全然調子いいんじゃないかなと思いますけど、はい、言っても入庫して2ヶ月ぐらい経ってちゃってるのかな。もうそのままにしちゃってたりとか、はい、当然前のお客さんもある程度はそのままこれで乗ってたので、はい、プラグとかは納車前にね変えてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよね。はい、はい、そんな感じでございました。よし、一応こんな感じの車でございました。はい、でここで一旦締めたいところではあるんですが、はい、やっぱ物がいいですし、はい、車検も残ってるし、はい、ナンバーももううちの会社の名義に変わってますので、はい、軽く試乗行きましょう。これも試乗、やっぱりね、やっぱ試乗動画見たいってお客さんもいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと大変ですけど、はい、行きましょう。一周、はい、はい、これのね1個前の動画ではね、チェイサーのツアラー S2500 の NA エンジン乗ってましたけれども、この車は2500cc のねターボエンジンになりますからね、はい、ちょっとさ後ろのタイヤがグリッグリっていうの分かる？分かんないかLSD が入ってるからグリッグリってなるの分かりますかね。いくよ、ここで、分かるでしょ。これが LSD をつけてることで、つけてる車はそんなにないんですか？でもあんまりないかな。ドリフトなんかやる人とかは必須だと思うし、はい、やっぱりサーキットでタイム出す人なんかは必須なんじゃないかな。要はね、片側の
に荷重がかかってこっちの内側のケツがこう浮くじゃん、はい、浮いた時にこっち浮いちゃったから、はい、こっちの出力を止めてこっち側を回しましょうっていう風になっちゃう、イコールこっち側の出力が止まるってことはスピードが落ちるわけだからさ、はい、それを LSD を入れてあげることによって、はい、こっち側が浮いたとしてもこっちの出力は止めないでグリ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 回していくっていう、そういう仕組みなんだけどね。やっぱ車高もこれぐらいの車高だから乗りやすいよね。乗り心地もいいしね。そうですね。ターボもやっぱすげえスムーズに回る。確かに、確かね、ミッションの乗せ替え、はい、に関してはだからお客さん20年前ぐらいにオートマで買ってるでしょ、はい、でその後10年前ぐらい12、3年前ぐらいか、はい、に、ミッション乗せ替えやってあるんですよね、はい、でこれお客さんが依頼してやったの、ショップに、はい、でスピードハウスアルファさんって、まあ、同じ地域って言ってもちょっと遠いけど、はい、まあ、東京の、ショップさんなんだけど、はい、でやってて、で、そこはどっちかっていうと、まあ、そういう乗せ替えとかもそうだし、はい、最近だと多分エンジンオーバーホールとかのメニューが多いのかな、作業的には、はい、っていうちゃんと専門のショップでやってあるので、はい、で公認も取得してて、車検もこの状態で問題ないんですから、はい、特に問題なしと、はい、でなんかシフトフィールとかなんかペダルの付きとかさ、まあ、そういうのも全然違和感ないので、いいんじゃないかなと思いますね、はい、うん、すげえスムーズだよね。まあ、GTR はツインターボじゃん、はい、でもこの ER34 のスカイラインはシングルターボなんで、はい、まあ、結構下から普通にスムーズに回っていくようなイメージかな、はい、スムーズでしょ、はい、いいよね。こんな感じでございました、はい、OK ですか。全く問題なさそうですね。全く問題なさそうだね、はい、じゃあよし君お疲れ様でした。お疲れ様でした。戻ってきましたね。はい、はい、どうでしたか、乗った感じは。いや、やっぱりそれなりの年式なんですけど、へたりとかは全然感じないし、うん、全然スムーズな走りだと思います。そうだね、走行距離が少ない車、はい、まあ1個手前で紹介したのもそうだし、1個手前がチェイサーか、はい、そのもう1個手前がチェイサーだよね、はい、同じやっぱ走行距離今日少ないんですよ、はい、これ7万8000キロ、5万3000キロ、5万9000キロ、はい、全部走行距離少ないんですけど、はい、同じ走行距離少ないでも結構多分この3つって性格違ってる。1個前紹介したチェイサー5万3000キロは走行距離少ないで、メンテナンスもディーラーで定期的にやってた、はい、まあちょっと言い方変だよ、なんかあんまりお金かけて整備やってるイメージはないなっていう5万3000キロ、はい、距離は少ない。だからなんか乗ってて多少こう足回りに、へたりを感じたりとか、ブレーキタッチにちょっと、邪打を感じたりとか、はい、まあ、なんかローターも変えちゃってもいいじゃんみたいなのが残ってた。でもう一方で、あっちのチェイサーね、はい、5万9000キロに関しては内外装ボディのクオリティは5万9000キロ以上のものを持っていながら、はい、まあ言うてもタイヤが例えば製造年古かったりとか、はい、やっぱり車庫調ももう古いまんま、その当時のまんまの状態なので、はい、まあやっぱりへたるところはへたる、傷むところは傷んでるっていう感じだよね。ボディは問題ないんだけれども、まあ消耗品とかやっぱそういった年代物のは変えた方がいいよねっていう感じ、はい、でこのスカイラインに関しては走行距離も少ないんだけれども、はい、結構細かいところちゃんと整備してたねっていうのがやっぱ要所要所で分かる。それはタイヤの年数が新しかったりとか、まあ、錆止め塗ってあったりとかもそうだし、ホース変えてあったりとかもそうだし、はい、まあ、ブレーキタッチとかなんか至るところが全然まだシャッキリしてるじゃんみたいなっていうところがあって、でサスペンションもそんなに痛みもないだろうし、はい、なんか3台中一番距離は多いものの一番こうそのまま乗れちゃうみたいな、車検も残ってるし、まあ、変な話このまんま全然いけちゃうよねみたいな、そんな感じのクオリティですね。 OK ですか。はい、はい、まあそんな車改めましてですけれども、1998年式7万8000キロ、車検は今年の12月まで半年ぐらい残ってるけど、まあ、すぐ乗れます。でミッションは乗せ替えのマニュアルだけど、公認車検取得してるんで、問題なしで、内外装きれい、修復なし、取説記録簿、保証書もあれば記録簿も多少残っててっていう感じですかね。はい、はい、
おすすめの1台ですので、気になる人いたらホームページ見てお問い合わせいただければと思います。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあ一旦本日ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。これ僕の車です。今日はですね、ショップさんにちょっとチューニングしてもらうんで、はい、今壊れてません。でも予防整備も兼ねてタービンとかコンピューターとか変えたいです。まあまあ荷物ある。